コンケイクです。今回のテーマは、あなたが切り開く未来です。どうぞよろしくお願いいたします。それでは3枚のカードをご用意しております。A、B、C の中からお好きなカードを1枚お選びください。ご自分の占い結果だけご覧になりたい方は、概要欄にチャプターをご用意しておりますので、そちらをご確認ください。選び終わりましたでしょうか？それでは今回は、フォース集というスプレッドと、オラクルカード、ルノルマンカードを使用して占っていきます。それでは、それぞれ占います。それでは A の方の結果です。A の方が切り開く未来ですね。上のステージへ進む準備ができたり、大きく成長する気配があるので、そこから明るい未来へ切り開いていけそうです。それでは1枚ずつお話しさせていただきます。まず過去ですね。ソードの10の逆位置です。心の傷や辛いことだったり、悲しみはあるんですが、好転はしていく予感がしたっていう感じですね。傷ついていらっしゃるっていうことは何か嫌なこと、辛いことがあったっていうことですよね。それはあったけれども、悲しんでる場合ではないというですね。ご自分の中でもですね、変化していかなければいけないっていう部分があったのかもしれないですし、予感っていうことなので、何かしらですね、自分の中でここから良くなっていくような気がしたっていうところがあったのかもしれないですね。それでは現在ですね。ワンドの8の正位置です。物事がスムーズに動く状況です。好転する事態に予測していなかったほどのスピードで変化するっていうことなので、あなた自身が過去にですね、もう好転する予感は感じてらっしゃったような感じだったので、それが間違いなく好転していますよっていうことですね。あなた自身のやりやすい方向に動いていく。そして自分が予測していなかったほどの速さであなたに良い知らせが届くような、そんな感じの運気になってますね。では未来ですね。ワンドの3の正位置です。上のステージへ進む準備ができます。大きく成長する気配がしますね。それはもはやもう明るい未来を感じさせるっていうことですね。今までもしかしたらいいことがあっても現状維持の状況ではあったのかもしれない。だけれどもこれからはですね、あなたがもっと先に進むことができる上のステージ。わかりやすいとお仕事とかだとやっぱり昇進とかいうところになるのかなとは思うんですけれども、そうでなくってもいろんなところでですね、あなた自身がもっともっとですね、より良い方向に向かっていけると。それが上のステージへ進むっていうことなんだと思いますね。それの準備ができていく。あなた自身が成長することでですね、それも手に入るっていうことですね。今後の道筋っていうのはとても明るいかなと思いますね。今からを楽しみに未来からそこにかけてですね、楽しみに動いていってほしいなと思いますね。では周囲ですね。忍者の聖地です。相談相手になる人、平穏な日々を共に過ごせる人ということでですね、かなりあなたにとっては頼りになりそうな感じですね。そして平穏な日々を共に過ごせるぐらいなので、穏やかな気持ちでですね、その人と話していけるのかなと思いますね。相談もできるっていうことなので、あなたが困った時にもですね、助けてもらえるような感じがしましたので、周囲の人にはとても恵まれてらっしゃるなって感じますね。はい、その人を大事にしてくださいね。そしてそのまま仲良くしていただいて、あなたの運気とともにですね、人間関係も良くしていただければと思いますね。では、障害ですね。カップの4の正位置ですね。マイナスな方向にばかり意識が向かっていませんかということですね。ネガティブ思考になりやすいっていうところがあるようなので、そのあたりをですね、もう少しですね、ご自分の中で切り替えていただくといいのかなと思います。とはいえですね、長年染みついたそういった考えって治るかっていうと治らないですよね。わかりますね。それはあります。私もこうやって言いつつですね、やはりネガティブ思考な部分っていうのはありますから、そういったところをどうしていったらいいんだろうっていう悩むところはあるんですけれども、そうですね、なかなか難しいところではあります。
ただ、ネガティブ思考な人をいきなりポジティブ思考に変えようとすると、良くなくて、結局、ポジティブな考えでやろうとすると、逆に気分が悪くなったりとか、そういうことがあったりするんですよね。私なんか本当にそうなんですけど、だからある程度のそのネガティブ思考っていうのは結局、慎重にやっていると、慎重派なんであると、そういうふうに思っていただいて、慎重に考えつつも、でも、こういったところは自分はちゃんとできているのだからそうやって進んだらいいなと。で、悪い予感がするなって思うものには進まなくてもいいのかもしれないですね。そういった自分の直感を信じるっていうことも一つ大事かもしれない。なので、それ以外のところで動いていく。ネガティブな思考に追いやられるっていうのは、ある程度仕方がないとはいえ、その中で自分が最もなんだか怖いなと進むのはなんだか嫌な予感がするとかそういったものがあると思うのでそういうのには進まない。それ以外のところには進むとかそういう風にしていただくと少し違うかなと思いますね。わざわざですね、ポジティブ思考に自分を変えなきゃっていうと本当苦しい時があると思うので無理はしなくていいとは思うんですけどそういう風に自分の中のネガティブ思考のレベルですね。そういったところでどうやって進むかっていうのを考えたらいいかもしれないですね。もう本当に自分が無理そうだと思ったらそこは進まないっていう風にしていただく。そうすれば少し違うと思います。では最終結果ですね。ワンドのキングの逆位置です。やりたいことのために熱くなりすぎて余裕を失ってしまうかもしれませんと。短期は損期ということでですね。このあたりですね、せっかく未来であなた自身がこれからもっとですね、活躍できるような場所に行けそうな感じがしましたので、その最終結果のところで自分がやりたいこと、もちろんそれが上のステージへ進むことかもしれないですし、いろいろあると思うんですけれども、それを必死になりすぎてしまうと、今度は自分の余裕がなくなってしまうかもっていうところなので、そのあたりをですね、気をつけていただくといいのかもしれませんね。で、あとは結果を焦らないことですね。自分がその上のステージに行ったりですね、成長していく、ここから進んでいくんだっていう風になってくると、早めに結果が出るかっていうとなかなか難しい部分ではある。どうしても大きい目標だったりすると、そこに至るまでっていうのは時間がかかる。すぐに自分のところにリターンがあるかっていうと難しい部分もあるので、そこはですね、しばらくは自分磨きのためにやってるんだというふうに考えていただいて、で、結果はもっともっと後についてくるんだっていうふうに思っていただくと、それでですね、短期を起こしてしまって、焦ってしまって、結局やめたっていうふうになるよりは、もうちょっとやってみようっていうふうにですね、思えるかなと思いますので、そのあたりをですね、意識していただくといいかなと思いますね。では、助言ですね。太陽の正位置です。気持ちを明るく保ってくださいと。楽しんで進めることで成功へと近づくことができますという風になってますね。太陽なので、このあたりはやっぱり明るい気持ちでっていう風になってしまうんですけれども、ネガティブ思考にとらわれやすいっていうことなので、このあたりをですね、完全に自分の気持ちをですね、明るく、いつでも笑顔にっていうのは大変だと思うので、時にはですね、意識してそういう時間を作ってみるのもいいかもしれないですね。あとは楽しんで進めるっていうのはですね、嫌なことを楽しんで進めるってなかなか難しいので、自分が楽しいと思えることをやっていくのがいいのかなと思いますね。もちろんその中でどうしても乗り越えなきゃいけない試練っていうのはあると思うので、そこはですね、ちょっと苦しいかもしれないけれども、頑張っていただく必要はあるかなとは思います。でも、その中でも自分のその成長のためだとか、自分の目標のためだとか、そういったところにちゃんとつながるんだっていう意識があると、少しはですね、自分のやりたいことっていうのも楽しめるかなと、自分成長してってるぞ、みたいなですね、レベル上がってきてるなとかですね、経験値ちゃんと溜まってきてるなとか、そういう感じで考えていただくと、少しですね、気持ちも変わると思いますね。では、オラクルカードの助言ですね。
美しさ。すべてのものに美しさがあります。美しさっていうのはですね、なかなか基準が難しいです。メディアとかがよくね、美しい人とかですね、そういう風に出してはいますけれども、それはですね、確一化された美しさっていうものなので、各々によってやっぱり美しさっていうものは全然違う。あなたにも美しい部分がたくさんある。自分なんかがって思うのではなくて、あなたの美しい部分をですね、忘れないでほしいなと思いますね。そしてオラクルカードの2枚目が不安に思っているのはわかりますが、あなたはこれを完全にできますという風になってますね。オラクルカードさんの方もですね、あなたがネガティブにですね、できないんじゃないかなって不安に思ってらっしゃるところをですね、ちゃんと察しているような感じのメッセージが出てきましてね、ちゃんとできますよと。完全にですからね、もっと自信を持ってもらって大丈夫なんだと思いますね。そしてオラクルカードの3枚目がノスタルジー。懐かしむとか郷愁とかそういう感じですかね。今とここに集中してくださいということですので、今とここに集中することが何より大事。先の先を考えすぎると、あなたにはどうしても嫌なことっていうか、未来を考えて想定した時に、こうなっちゃうんじゃないか、ああなっちゃうんじゃないかっていう不安が大きくなっちゃうという可能性があるので、まず今とここに集中して、少しずつこなしていくっていう風にした方がいいですね。このあたりは最終結果のですね、短期は損期にもつながるのかなと思います。今現在やることをまずコツコツやっていって、未来を考えて焦ってしまう。結果が出ないっていう風に考えてしまう。そういう風になるのではなくて、今ちゃんと自分が集中してやること、それによって経験値が溜まってる、レベルが上がってるっていう風に思っていただいたらと思いますね。では、ルノルマンカードですね。月です。助けてくれる人が必ずいます。選択は自分の直感に従って良さそうですということですね。これは周囲の人でしっかり出ておりましたね。助けてくれる人、相談相手としてちゃんとですね、あなたのそばにいてくださる人がいるっていうことで、ここでも後押しのような感じになっております。で、ご自分の直感に従って大丈夫っていうことなので、本当に自分があまりにも不安すぎて、そこには行けないっていうものであれば、もう避けていただくっていう風にしていただいて、ネガティブな人ってそっち方面の方がやっぱり直感って働きやすいような気がするんですよね。私もそうなんですけど、なんかこれをこのまま放置してると悪い予感がするっていうことって、それでいいやと置いておくと、後からとんでもないことになったりとか、そういうことも私もあるんですよね。なので、その直感には従って良いと思いますね。で、それ以外に何も思わないというか、ネガティブな気持ちがそこまで強くないっていう部分のところではちゃんと進めてもいいのかなと思うので、そのあたりを自分の直感、ネガティブ力って言ったらいいんですかね。ある意味、その慎重派な人の直感に自分の中の直感力に頼っていいと思いますね。はい、そうですね。あなたにはちゃんと切り開ける未来、明るい未来っていうのはありましたけれども、そこで結果をですね、早くと求めてしまうと、あなたに戻ってくるものは少ないっていうことになってしまいそうなので、まずはゆっくりですね、動いてもらうっていう風にしていただくといいと思いますね。そうですね、あなたのできることっていうのは絶対にできるはずなんですよね。だからこそ焦らずに今をまずしっかりとこなしていくっていう風にしていただければと思います。ではよろしければこちらの方参考にされてください。以上が A の結果でした。それでは B の方の結果です。B の方の今後切り開いていく未来ですが、カードがですね、とにかく騒動が多かったんですね。あなた自身に知性と強い精神力があるなと感じました。それによってですね、あなた自身が着実にステップアップしていって、努力に見合った結果も出ていくというような、そんな感じの結果ですね。それではですね、1枚ずつお話しさせていただきます。それでは過去ですね。カップの6の逆位置です。昔のことにとらわれてしまう。現状が見えていなかった可能性っていうことでですね。
過去においてあなた自身がですね、その時にいろいろ頑張るというよりは、どちらかというとその過去の過去ですよね。もっと前の出来事、そういったところにとらわれすぎてしまったという風になっておりましたね。これがもしかしたら辛い思い出なのかもしれないですし、人によっては良い思い出とか、あとは経験則ですよね。ご自分の過去の経験にとらわれすぎてしまって、現在やってることっていうのがですね、うまく見えていなかったっていうこともあり得ますね。様々な可能性はありますけれども、あなたにとってちょっと昔の方に足を取られてしまったっていう感じですね。では現在ですね。ソードの9の正位置です。傷つきやすい時ですね。打ちひしがれてやる気を失うと。眠れないほど悩んでしまう人もいるかもしれないということでですね。現在がかなり落ち込み時期っていうところですね。そうですね。何か人に言われたとかですかね。それとも自分の何かこうやるせなさというか、できてないなとかそういうふうに思われてるかもしれないですね。いろいろと悩ましい時であると、眠れないほど悩んでる方もいらっしゃるっていうことなので、このあたりはちょっと心配ですね。眠れなくてもできればですね、布団に横になっていただくだけでもですね、全然違うというのは聞きますので、眠れないからといってスマホをいじったりとかですね、あとは他のことをしてしまうとかそういうのはせずに、まずはですね、お布団に入るっていうことはしていってほしいなと思いますね。それだけでもですね、だいぶ体、頭もですね、休めるっていうのは違うのかなと思いますので、現在っていうことなので、今まさにあなた自身がいろいろとどうしたらいいだろうって思ってらっしゃると思うので、今後ですね、切り開かれていく未来どういう風になるだろうっていうのもかなり気になってらっしゃると思いますので、ここからですね、ちょっとお話早めていきましょうね。では未来ですね。実際どうなるか。ソードのページの正位置ですね。緊張感のあるムードを感じるということでですね。このあたりはまだちょっとピリピリしてるような感じなんでしょうかね。あなた自身というより周囲かもしれないですけど、周囲の出方を探って冷静に立ち回ることができる、切り抜けられるっていうことなので、仮に周囲がピリピリしてたりですね、緊張感があったとしてもですね、それをあなたのその知性、強い精神力によってちゃんと立ち回ることができます。何か嫌な雰囲気のままですね、続くわけではなくって、あなたがちゃんと切り抜けることができますよっていう風にはなっておりますので、現在に悩まれていることっていうのもですね、次第に解消していくかなと思いますね。では、周囲がどういった人がいるか。ソードの6の正位置ですね。互いを理解し合える関係の人がいらっしゃる。同じ夢や目標を持つこともあるかもしれないっていうことなので、この方とはですね、しっかりあなたの夢、目標をですね、話して共にですね、切磋琢磨していくっていうこともいいかもしれません。互いを理解し合えるってすごく素敵なことだと思いますね。お互い理解してると思っててもですね、全然理解し合えてなかったとか、そういうことってたくさんあるので、人間関係において理解をし合える関係の人っていうのがいらっしゃるっていうのは、すごく素敵なこと、幸福なことだと思います。その方をですね、しっかり仲良くしていただいて、そして同じ夢、目標を持っていらっしゃる方であれば、その方とですね、しっかりですね、自分たちの立ち位置とかですね、話しながらですね、頑張っていこうねっていうふうに励まし合うとかそういうこともできるかなと思いますね。では、障害ですね。あなたの障害になっていることは、ソードの5の逆位置ですね。準備不足や脇の甘さですね。このあたりは、もしかしたら障害になるかもしれないということで、これはですね、今後のあなたの目標とかに向かってですね、準備をしっかりしていくのが大事ですよっていうことなので、そこをですね、意識していただけば全然障害にはならないと思います。また何かあった時、アクシデントですよね。そういったところに備える気持ちっていうのも持っていただくといいのかなと思いますね。もともとですね、あなた自身が思慮深い方であると、いろいろとちゃんと考えられる方ではあると思いますので、
そこをですね、きっちり見直していただければですね、ちゃんと自分の進みやすいところに行けるかなと思いますね。では最終結果ですね。ペンタクルの7の正位置です。着実にステップアップします。現実目線で考えながら動いていきます。努力に見合った結果も出ますということでですね。ここで一気に花開くような感じですね。あなた自身の頑張りとかですね、目標とかそういったところがですね、きちんと目に見えて発揮できるという感じですね。で、夢だからといって追いかけるばかりではなくって、現実目線で考える。今この立ち位置だからこうやって動けるなっていう風に考えていただくことで、もっともっとですね、進みやすくなっていくっていう、そんな感じですね。で、あなたの頑張りを見てもらえてるというところでですね、そういったところでも見返りがちゃんとありますよという風になってますね。ここでですね、あなた自身の幸運ですね、あなた自身の良い結果っていうのがですね、やっと巡り合えたというところがありますね。では助言です。カップのクイーンの逆位置ですね。大切なことを見逃さないでくださいということですね。ここは障害にもつながる部分ではあるかなと思いますね。その大切なことを見逃してしまうと、あなたにとってより良い未来っていうのが見えなくなってしまうっていうことですね。あなたのその夢や目標、周囲の人でですね、しっかりですね、近い方っていうのがいらっしゃると思うので、そういう人にお話を聞きながら、自分の見えてないところはどこかっていうのを確認するのでもいいと思います。自分自身でちゃんとわかる方であれば、そのまま自分の思った通りに進んでいただくのでも全然いいと思いますね。そういうところはですね、忘れないでほしいですね。では、オラクルカードの助言ですね。直感です。宇宙はこれまで以上に明白なサインをあなたに送ってきています。自分を信じて自分の声に耳を傾ける時が来たのです。これはですね、宇宙とか言われるとわからないなっていう方もいらっしゃると思います。ここは自分を信じて自分の声に耳を傾ける時が来たと、そこだけでもですね、意識していただくといいのかなと思います。あなたがあなたを信じるっていうところを大事にしていただくのが一番いいのかなと思いますね。あなたの声に耳を傾けること、それはもちろん大事ですよね。自分では嫌だなって思ったことをやり続けるのではなくって、自分が本当にやりたいこと、自分の進みたいところ、自分の奥から湧き出るですね、熱意だとかそういったところをですね、大事にしてあげてください。そしてオラクルカードの2枚目ですね。人生はいつもあなたを追い曲げますが信じてください。あなたは折れるには強すぎますと。ちょっとですね、直訳なので分かりにくいかもしれませんが、人生はですね、やはり今の現在のような感じでですね、あなたを傷つけたりですね、悲しませたりするようなこともあるんですよね。どうしてもですね。だけれども、これね、折れて壊れてしまう。そんなことはないんですよ。これからあなた自身の未来、輝かしい未来が待っている。そこに進む強さっていうのがもちろんあなたにはありますよということです。そこを信じてくださいねと。あなたはちゃんと強さがありますですね。時に落ち込むこともある。だけれどもそれ以上にですね、いいこともたくさん待っていますよというふうに思っていただければと思いますね。そしてオラクルカードの3枚目。現実逃避者ですね。あなた自身へ帰ってくださいということでですね。これも自分の意思とかですね、自分の考えを大事にしてくださいというところだと思います。あとは現実を見据えた行動をしていただく。夢や目標のためにはまず現実目線で動いていかないと進んでいけないということですね。夢ばかり見て何も足元を見なかったら、例えば近くに崖があったとして崖から落ちてしまうとか、石につまずいてしまうとか、そういったことがあるかもしれない。きちんと自分の足元を見る、現実を見ていこうということですね。そしてルノルマンカードですね。狐です。とことん追求していきましょう。さらに上を目指すことができますということでですね。これは最終結果のさらなる上を行きそうな感じですね。
もっともっと追求していけばですね、あなた自身はステップアップをさらにですね、上り詰めることができると、目指すことができますよという風になってるっていうことですね。これからもあなたの人生っていうのは続いていきますし、その人生の中で着実に成長していける機会っていうのはたくさんありますよっていうことです。そうですね。今現在がですね、どうしても自分の中で心が落ち込んでたり悲しいことがあると思うので、それで今何も考えられないとかそういうことあるかもしれないんですけれども、これからですね、あなたにとっては輝かしい道っていうのが待ってるっていうのを考えていただいて、少しでもですね、未来に目を向けていただく。そして自分がその未来のために何ができるかっていうのをですね、足元を見ながら、現実を見ながらですね、進んでいってほしいなと思います。あなたにはちゃんとですね、周囲の人っていうのにも恵まれてらっしゃるので、その人ともですね、助け合いながらですね、切磋琢磨しながら進んでいってほしいなと思います。よろしければですね、こちらの方参考にされてください。以上が B の結果でした。それでは C の方の結果です。C の方のこれから切り開かれていく未来なんですが、本来はですね、あなた自身がワンドのカードが多いっていうことで、情熱が強い運気ということですね。やりたいことをやれるということで、そこをうまく付き合いながらですね、やっていくと、あなた自身が人とですね、他者と結果を分かち合いながら喜べるというところがですね、舞い込んでくるような感じですね。それでは1枚ずつお話しさせていただきます。まず過去ですね。ワンドの7の正位置です。自分の立場を保っていた状況。守りに入っていたということですね。現状を維持するための努力が必要だったということで、何か突き上げるような感じっていうことですよね。あなた自身が自分の立場を守るのに精一杯で、そこでですね、進むことはできない。で、下からいろいろとやいねえの言われるような感じですね。下って言っても立場的に下なのか、それとも何か別の意味合いがあるのかもしれないんですけれども、あなたにとってはちょっと自分を守るのに精一杯だった時っていうことですね。そして現在ですね。ワンドの4の逆位置です。不安定な時期ですね。本来の自分を見失ってしまうということでですね、現状に喜びを探す必要があるということです。あなた自身が本来なら先ほど言ったように情熱が強い、やりたいことをやれるというところがあるんですが、今は不安定な状況っていうことで、そこがうまく発揮されていないんでしょうね。そこで、ただ落ち込むのではなくて、現状で自分自身ができていることとかですね、やれていることとか、環境における恵まれているところとかにですね、喜びを探す必要がある。それが未来に向かって進める勇気という風につながっていく、情熱につながっていくという感じですね。ただただ落ち込んでいるのではなくって、現在自分がどういったところができているだろうっていう風に考えていただくといいのかもしれません。未来ですね。こちらが力の逆位置ですね。力が不足している状況ということで、未来では夢にかける意欲が減退している。これはですね、あなた自身がちょっと情熱を燃やす意志っていうのがだいぶ弱くなってらっしゃるのかなっていうところがあります。もうこれはですね、そういった、巡り合わせというか、そういった時なんだと思います。なので、あえて、その夢だとか自分の目標をここで掲げるのではなくって、休む時なんだっていう風に割り切っていいかもしれませんね。それで、しっかり休んで、あなたがその時にできることをやっていく。これもある意味は現在にちょっと似たところではあるのかもしれないですね。自分のやれることをやれる範囲でやっていくという感じでですね。あまり無理はしないようにしていくといいのかもしれないですね。力が不足している時に無理やり進めようとすると、どうしてもですね、自分の頑張りに対しての結果っていうのがですね、少なく見えてしまう。
それでがっかりしてしまうっていう可能性があるので、それよりはもうこれはそういう時なんだ、休むべき時なんだっていうふうに思っていただいて、休養をとっていただくっていう風にしていただくといいかなと思いますね。物理的にでもですね、精神的にもですね、そういう風に考えていただくといいと思います。では周囲ですね、どういう人がいるのか。ワンドの5の聖地ですね。気持ちを言い合える人です。共通の目的を達成できる人っていうことで、かなりチーム感があるというか、あなたと協力していろいろとできそうな感じですね。気持ちを伝え合えるっていうことなので、風通しのいい環境であるかなと思いますね。親しい友人であろうと、職場の仲間であろうと、家庭内であろうと、いろんな状況が考えられますけれども、そこで自分の気持ちを言って、向こうの気持ちも言えるっていうですね。それはすごくいいことだと思いますので、そのままの関係を続けていただければなと思いますね。で、共通の目的を達成できる人もいらっしゃるっていうことでですね、あなたが自分に力不足を感じている時にですね、その人っていうのがしっかり頼りになるかもしれませんね。その人に任せたりとかアドバイスをもらいながら動いていくっていうのでもいいかもしれません。そこを相談しながらですね、動いていくっていうので、また改善していくこともあるかもしれませんね。では、障害ですね。あなたの邪魔になってしまうかもしれないことですが、バンドの9の正位置ですね。物事が先に進まない。自分で先延ばしにしているかもしれないということでですね。何せよ、先に進まないと動かないことっていうのがたくさんあるっていうことですね。これは、未来ではですね、私は休みの時と割り切っていいとお伝えしましたので、それよりはもっと後の方になるのかなと思いますね。それで休んでずーっと休んだままでいると、あなたの結果っていうのはずっと変わらないままになってしまうので、休んだ後にしっかりと動いてもらう。延長をしてしまうのではなくて、自分がよしやるかっていう風にですね、決めた時に進んでいただくのがいいかなと思いますね。もしも自分の中のエンジンがですね、かからないなと思った時は、あなたには頼りになる周囲の人もいらっしゃるので、その人にエンジンをかけてもらうっていうこともいいかもしれないですね。その人にエネルギーをもらうことで、あなた自身がその後押しで進むっていうこともできるかもしれないので、いろいろとその進むために何ができるかっていうのも考えてみてほしいなと思いますね。では最終結果ですね。ペンタクルの6の聖地ですね。親切が報われます。自分の目標だったり、目的の適切な管理をしながら進むことができます。人と結果を分かち合う喜びの時ということで、最終結果においては、あなた自身しっかり未来は切り開かれていると言えますね。親切が、まずは報われていくと。それはすごく素敵なことですね。それは素晴らしいことだと思います。あなたの親切が一方的なものではなくって、何かしらの恩返しだとかですね、リターンがあるっていうことですね。そして自分の目標だったり目的、それをですね、適切に管理できるっていうところは大事ですよね。その管理をしながら進むことができるので、だいぶ進みやすいと思いますね。その上で、また周囲の人でしょうね。多分、共通の目的を達成できるような人と一緒にですね、喜び合えるっていうことで、ここでかなりあなた自身が嬉しいことっていうのが目白押しな感じがしますね。笑顔でそこに立っているような、そういった場面も浮かびますね。この最終結果に向けてあなた自身がこれからですね、休みながら、現状を維持しながら、それでもですね、進んだことによって、あなた自身が得られるものが大きいですよっていうことだと思いますね。では上限ですね。カップのページの逆位置ですね。自分を甘やかさないようにということですね。考えるなら現実的にということで、自分を甘やかさないようにって難しいとは思うんですけれども、あなたの場合はですね、やっぱり周囲の人がすごく恵まれてらっしゃったので、その周囲の人からしっかりとエネルギーをもらって自分の動くっていうパワーをもらっていくっていうことができると思いますので、
自分が自分を甘やかしてしまって、このままだと進めないままになってしまうっていう危機感があったら、人に頼るっていうこともいいかもしれませんね。そして、現実ベースで考えることっていうのは、やはり大事ですね。ずーっとですね、夢を見て、そこから帰ってこないっていうのが良くないっていうことですね。夢を見ること自体は悪いことじゃない。ただ、その夢を達成するための現実、今自分がどこにいるのか、何をしていたらいいのか、そういったところ、自分の力量はどの程度なのかとかですね。技術はどういったところまでできているのかとか、そういった部分ですよね。そこをちゃんと冷静に確認しながら動いていくことが何より大事ですよっていうことですね。では、オラクルカードです。1枚目が、世界はあなたのもの。世界はあなたのもの。すべてが可能ですということでですね。もうすべてを表してるかなと思います。あなたが手にしようと思えば、世界はあなたのものになるんですと。何でもできますよということですね。無限の力がある。最初に言ったように、情熱がある。やりたいことをやれる。それぐらいの運気を持ってらっしゃるっていうことなので、何でもやろうと思えばやれますよっていうことですね。そしてオラクルカードの2枚目が、悪い日が悪い人生を意味するわけではありません。明日は違うでしょうということで、悪い日っていうのありますよね。それは、あくまで悪い日であると。その日だけのことなんだということですね。あなた自身がずっとこの悪いことが続くわけではない。そういった最悪な人生を想定して生きてしまうと、そっちに引きずられてしまうので、明日は違うというふうに考えていただいて、明日はもっともっといい日になるというふうにですね、思っていただくといいと思いますね。当然といえば当然なんですけれども、悪い日もあれば良い日もあると、そういったことを繰り返しながら人生は続いていくということですね。あなた自身にもですね、これから報われることがたくさんあると思いますので、これからの人生を楽しみに動いていってほしいなと思います。そしてオラクルカードの3枚目が図書館ですね。自分自身の物語をコントロールしましょうということでですね。これもあなた自身がですね、ずっと休みっぱなしだと物語は始まらないので、自分の物語、自分の人生を管理しながら、うまく現実を見ながら進んでいきましょうということでいいと思いますね。図書館っていうのもそもそも知性の象徴みたいなところがありますので、そういったところでもですね、あなた自身にはこれまでの経験値ですね、その中で知性もしっかりと備えてらっしゃるので、そこでですね、ちゃんと力は発揮できますよっていうことですね。知性も情熱も持ち合わせているあなたができないことなんてないですよという、そういった感じなのかなと、オラクルカードの3枚を見ていると思いましたね。では、ルノルマンカードですね。ライダー、記事とも言いますね。良い知らせは届きますので、変化を求めるなら動くことですということで、ここでもですね、ずっと休みっぱなしじゃダメですよっていう風に出ちゃいましたね。必ずあなたに良い知らせは届くので、休んだ後はしっかり動きましょう。変化を求める。それは、やはりあなたが動かないことには始まりませんよっていうことですね。そうですね。現在未来においてはですね、どうしてもあなた自身がじれったい思いを抱えるところがあるかなと思いますので、もうそういった時はですね、無理に動こうとせずに休んでしまう。そして、それから続いていく、その後の未来ですね。今回は最終結果というふうにお話はしましたけれども、この最終結果の後にも人生は続いていきます。その未来のまた未来ですね。そしてそのまた未来にもっともっとですね、あなた自身の良き未来っていうのを開かれていきますので、それのためにですね、しっかり動いてもらえればなと思いますね。まずはあなたが一歩踏み出すこと。それがあなたの運命、良き運命を引き寄せることにつながるっていうことですね。ではですね、こちらよろしければ参考にされてください。以上が C の結果でした。ここまでご覧くださりありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録お願いいたします。これからも様々なテーマで占ってまいりますので、
またいらしてくださいね。それでは、おつけいくでした。